はい、皆さんこんにちは、キングヘイローです。この動画のサムネ見てね、またサクリかよって思った方いるかもしれないんですけど、またサクリです。まあ、実際のとこ、1回目の動画以外サクリは紹介はしてないんですけどね。まあでもね、僕といえばサクリなんですよ、やっぱり。結局のところね。やっぱり、アジアで一番サクリ使うのが上手いからアジア1位になれたんで、僕といえばサクリなんですよ。で、僕といえばサンダードラゴンなんですよ。サンダードラゴンはもう3倍になってしまいましたけどね。で、今回は、この前の、ブルーアイズデッキにも若干似てるんですけど、新しいね、すり替えにも対応したサクリファイスデッキ作ってみました。試しに組んでみたんですけど、今回のはね、めちゃくちゃ強いですね。もうね、運営にすり替えの規制とか入って、サクリ潰しにかかられてるんですけど、このデッキでまだまだ戦えそうですね。やっぱり今、まだ最強はサクリなのかもしれないですね。いや、ほんと今日のデッキは期待してください。ではデッキ紹介いきたいと思います。どうぞ。はい、じゃあデッキ紹介いきたいと思います。昨日のね、ブルーアイズデッキに近いんですけど、ソニックバード3枚、センジゴッド3枚に、ディストラクターが2枚。それでサクリファイスが2枚ですね。で、サンダードラゴンがね、使えなくなったんで、何でアドバンテージ取っていったらいいのかなって考えたんですけど、このデュアルサモンと、この3枚の相性がすごくいいんですね。というのが、デュアルサモン使って、この3体のうちのどれ2回出しても絶対にアドバンテージが1取れるのは確定するんですよね。で、しかもそれでデッキも圧縮できますし、相手のバックぶっ壊して、そのままのサクリの召喚にもつなげていけるんで、めちゃくちゃ強いと思います。で、エネコン2枚は、相手の攻撃を防ぐっていうのもあるんですけど、相手のモンスター奪ってサクリ召喚っていう除去の意味合いもあるんで2枚入れてます。ここね、契約の履行なんかにしてもいいのかなと思ったんですけど、ディストラクター入ってるんで結構ライフ的にね、履行使うのが苦しいんで、で、こっちのソニックバードとか戦時もすぐにやっぱ破られるんで、なんで履行は入れませんでした。で、亜空間1枚で、お家を取り潰し1枚なんですけど、このお家を取り潰しは、やっぱりね、デュアルサモン3枚入ってるんですけど、3枚入ってても使えんのって大体1回なんですね。で、残りの2枚が手札で腐ってくること多いんですけど、その腐ったデュアルサモンをお家を取り潰してうまいこと使おうじゃないかってことで採用しました。他にもですね、マジックドレインデュアルサモンを捨てて対応したりもできるんで、このデュアルサモンはあんまり腐らないと思います。で、やっぱり亜空間が1枚しかないですし、契約の履行もないんで、サクリファイスの効果を再利用できないっていうのはこのデッキの弱みなんですけど、デュアルサモン使って一瞬で下級モンスター3体並べてサクリファイス出してそのまま殴るっていうのがこのデッキのコンセプトなんで、短期決戦向けなんで亜空間1枚でも全然大丈夫だと思います。相手がね、ディストラクターも使うんでそうそうないと思うんですけど、もし、こっちの攻撃に耐え切ったらね、ちょっと苦しくなってくると思いますね。デッキ紹介としてはこんなところですかね。いや、今回のデッキはね、本当に強いです。これ多分サンドラサクリと並ぶか、それ以上に強いかもしれないですね。やっぱり新カードのおかげでね、サクリ運営に半分潰されてるんですけど、それでもまだまだめちゃくちゃ強いと思います。ではね、実際に、何戦もやってみたんで、動画の方つけてみたんで、そちらご覧になってください。もう一回見てみたらね、このデッキの強さわかると思います。では一旦切ります。どうぞ。はい、じゃあ1戦目いきたいと思います。今回はね、動画多いんで、リプレイ機能を使って、解説つけながら、動きの紹介っていう感じですね。で、相手ペガサスのマインドスキャンです。よろしくお願いします。はい、初手すごくいいですね。ちょっと止めますね。はい、ちょっと止めますね。もうこれデュアルサモンで、センジゴッドソニックバードを出せるんで、サクリファイス手札に揃います。で、ディストラクターももう手札にあるんで、もうこれ、ほぼこの時点でもう勝った手札ですね。はい、ではセンジゴッドも出して、これでパーツ揃いましたね。ではターンエンドします。相手カード2枚セットして、3枚セットしてターンエンドですね。はい。で、これでディストラクターの効果で2枚破壊していきます。で、ハンドにクリボールもあるんで、もう負けることないと思いますね。で、陽動作戦使われました。
で、陽動作戦使われたんですけど、左のカードも破壊しますね。これエネコンでしたね。で、エネコンで寝かされたんですけど、サクリファイス出していきます。ディストラクターコストですね。これでね、もし相手が1体攻撃表示で出してたりしたら、この時点でもう勝つんですよね。はい、では殴っていきます。もうこの時点で相手、仮に守備表示でモンスターセットしてもサクリで殴れば終わりなんで、相当有利だと思います。相手またカードセットして陽動作戦使いましたね。で、ここすいません。見えてなかったかもしれないんですけど、すいません。通知入っちゃいました。見えてないかもしれないんですけど、悪空間ですね。なんでも、負ける要素が一つもないです。で、スタチューなんですけど、悪空間で処理します。相手のハンドがクリボールじゃなかったらこれで勝ちですね。はい。では、カード奪います。で、すり替えも使えるんで使ってみましたけど、まあ、問題なかったですね。では、効果ダメージで、勝ちました。ありがとうございました。はい、では2戦目いきたいと思います。相手石津ですね。よろしくお願いします。まあ、石津使ってる方珍しいですよね。プラチナ帯だと全くいないんじゃないですかね。では先行引きましたね。はい、相手バランスでしたね。ではやっていきましょう。はい。デュアルサモン引いたんで、これで戦時ゴッドとソニックワード一旦で出せるんで、サクリのパーツ揃いましたね。で、エネコンもあるんで、これはなかなかいい感じですね。では2枚出して、エネコン伏せてターンエンドですね、ここは。はい、相手、ヴィーナス出てきたんですけど、ここね、人によると思うんですけど、僕もサクリのパーツ揃ってるんで、ここはエネコンでヴィーナス奪って処理しちゃいます。この辺好みの分かれるプレイングだと思うんですけど、こっちの方が僕ヴィーナス使ってたらきついと思うんですよね。はい、で、ディストラクター引いてきましたね。これで相手のバック2枚破壊できるんで、これ、ディストラクター引いてこれたのは結構大きいですね。で、マジックドレインと、突撃潰せましたね。これ、なかなかでかい2枚潰しましたね。では、サクリファイス召喚してヴィーナス奪って殴っていきます。これね、次のターンに、魔法除去系と、モンスターか、そうか、エネコンとモンスター、いや、エネコンとモンスターなら大丈夫か。なんで、そのパターンだったら負けるんですけど、ヴィーナスだと、魔法カードないと思う、魔法除去系ないと思うんで大丈夫だと思います。で、突撃で、サクリ壊されましたね。で、伏せカード1枚なんですけど、ディストラクター引いてこれましたね。これ鬼ですね。はい、意味なかったですね。ありがとうございました。はい、では3戦目いきたいと思います。よろしくお願いします。相手クジャク前仮場ですね。はい、高校ですね。よろしくお願いします。はい、初手はまあ、普段のサンドラサクリと変わらないハンド来ましたね。まあ、新しく採用したカードを使わなかったら、今までのサンドラサクリと同じように戦えるんで、それはそれでね、問題なく強いんですよね。で、相手はサンドラ入ってるんで、これ、サクリな気がするんですけど、どうでしょうか。草加市デオの数を採用してるんですかね。で、ここね、僕殴りに行ったんですけど、やっぱ一旦目でね、すぐにね、こういう時にね、例えばサクリコストにしたりとか、ソニバコストにして、サクリファイス出す人いると思うんですけど、それ本当にもったいないんでやめた方がいいです。ライフポイント4000あるんでね、ここ、特に次ね、モンスター攻撃されて壊されても、ソニバと戦術使ってるんでアドバンテージは損しないんで、我慢した方がいいです。それやっていいのは、アクーカンとエネコンが手札に揃ってる時だけですね。それ以外は一旦目は絶対に我慢した方がいいです。はい、では、相手のターンですね。で、2体で殴られますね。これで、バック2枚にモンスター2枚なんでちょっときついかもしれないですね。で、ソニックバードまた引いてきちゃったんで、ここはもうサクリファイス2枚出していくしかないかなって感じですね。これすり替えてもってところあったんで、はい、では、イリュージョンで、もうこれ、儀式2枚引いたんで、ソニバでアド取れないんでコストにしちゃって大丈夫だと思います。
では、こっちから取っていきましょう。で、もう一回イリュージョンの儀式使います。はい、サクリ出せました。で、効果発動するんですけど、このタイミングでね、この使われましたね。まあ、空間あるんで問題ないと思います。で、相手モンスター引けなかったですね。で、戦時も引いてきたんで殴っていきましょう。で、委託はですね、もうこれも使わせといて問題ないと思います。で、モンスター出てきましたね。で、ここは空間で逃げます。あれが万華鏡だったらちょっと怖いですね。ただ万華鏡なかったんで問題なかったですね。で、エネコン引いてきましたね。これもすり替えなくて問題なさそうですね。で、相手もう一回、すり替え使ったんですけど、すり替えじゃないわ、エネコン使ったんですけど、これでもうね、相手の方が最初モンスター多かったんですけど、もう2ターン3ターンするうちにね、サクリだと盤面逆転できるんで、本当に焦らなくていいんですよね、サクリで攻めるときって。焦らなくても展開早いんで。はい、では攻撃通りましたね。で、もう一回モンスター取れなかった、相手引けなかったんですけど、クリボールとデュアルサモンはまあもう邪魔なんですけど、ネコンあるんで、相手何してももう倒せない気はしますね。ではエネコンで寝かせましょう。はい、相手エネコンでサクリ奪って、攻撃ですね。多分こうしないと次のターン絶対負けるからなんでしょうけど、ここすり替えでモンスター取りに行きましょうね。でも引けなかったですね。エネコン引いちゃいましたね。まあ仕方ないですね。はい。で、ここ、終わっちゃったんですけど、相手切断でした。ありがとうございました。はい、じゃあラスト行きたいと思います。まあ今回はね、ほんと環境でよく見かけるようなデッキなんか相手にしてるんで、強さ分かっていただけるかなというふうに思いますね。はい、相手バンデットキースですね。高校引きました。よろしくお願いします。で、ハンドはそんな良くないですね。次、千住引きたいってところですね。で、クリボール引いてきたんですけど、ここはね、まあ今ならすり替え使ってもいいんですけど、これからだとすり替え使えないんで僕は絶対に1000ライフ食らわないとすり替え使わないようにしてます。で、相手ナチュラルボーンサウルスだったんで、多分デュアルデッキか何かだと思います。では、ソニックバード2体出していきます。はい、これでデッキ圧縮しながら、アド取れたんで問題ないと思います。で、相手は迷える子羊で、これ多分デュアルの大型出すのかなって感じですね。で、ここ僕クリボール使ったんですけど、これから大型が攻めてくることを考えると使わなくてもよかったかもしれないです。で、ディストラクター引いてきたんで、ここはディストラクターでバック2枚破壊してから、イリュージョンの儀式使いたいと思います。イリュージョンの儀式じゃないな、すり替え使いたいと思います。ごめんなさい。で、相手のバックは、銀幕2枚でしたね。で、悪空間すり替えで引いちゃったんで、ここは相手のモンスター破壊してターンエンドします。もうアドバンテージ的には圧倒的ですよね。ただ、相手の上級2700出てきたんですけど、まだライフ耐えれそうだったんで僕エネコン使いませんでした。で、ここでね、イリュージョン引いちゃったんで文句なしすり替えたんですけど、ステンジゴッド引いてこれました。これでもうほぼ勝ちですね。では、千字ゴッドで、これ、墓地のクリボールが結果的に生きてくる形になりましたね。結果オーライって感じですね。まあ、ここ、もしね、千住引けてなかったらクリボール持っといたらよかったっていうとこあったんで、で、相手バックデュアルブースターだったんで、あともこれ3体で殴って終わりです。はい、ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。まあね、今回使わなかったんですけど、お家を取り潰しなんかもね、結構ね、効いてくること多いんで、本当に構成に無駄ないと思いますね。まあ僕の紹介してきたデッキの中で1、2を争う強さなんじゃないですかね。ほんとこれから当分の間このデッキ使ったら戦えると思いますね。またね、またサクリね、しょうもないデッキ紹介しやがってっていう方いるかもしれないんですけど、まあ僕は思うんですけど、結局ね、対人ゲームなんで、対人ゲームで勝てるデッキを使うことって絶対に悪いことじゃないと思うんで、どんどん使ってもらいたいなというふうに思ってます。まあ僕は普段はね、こんなデッキ使わずにしょうもないデッキ使って遊んでるんですけどね。
はい。では今回の動画はこれで終わりです。この動画が面白いと思った方はチャンネル登録、評価ボタンのクリック、コメント等どしどしよろしくお願いします。では皆さんまた会いましょう。さようなら。